はい、皆さん、こんにちは。ITINS ラボです。ですね、マイクロビットっていうちょっと面白いやつ、面白いプログラミングキットですね、の、使い方を解説していく、この動画のシリーズの第2回目となっております。ですね、マイクロビットのパソコンから触るときの画面ってやつをとりあえず見ていきましょう。まず、単純にマイクロビットと検索します。はい。で、それと、始めようマイクロビットっていう画面が出てきますので、こいつをクリックします。はい。とすると、このような画面に来ます。でですね、なんかまあいろいろ書いてあります。で、この辺は、まあいろいろ面白いこと書いてあるんで、気になる方はぜひこれ見てみてください。で、このプログラムしましょうっていうところから行くと、プログラムを作る画面に、行くことができます。で、ここのメイクコードエディターって書いてあるところの、これですね、プログラムしましょうっていうところをクリックします。はい。とすると何やら可愛い画面で読み込んで、こんな感じですね。はい。ここがマイクロビットでマイクロビットにプログラムを作るところですね。で、このマイクロソフトっていう会社が作っている、マイクロビットにプログラムをさせる、何ですかね、このサイトだということです。はい。で、新しいプロジェクト、ここをクリックしますね。で、これで新しいプログラムをですね、作っていくことができるんですが、どうでしょうね。スクラッチとかやったことある方だとすごく馴染みやすそうなインターフェースというか、こういうですね、プログラムがブロックになってて、そのブロックを積み上げていくことで、プログラムを作れますよっていうような、ものになっております。で、これのですね、結構面白いのがあるんですよ。どんなことをやるのかっていうと、ここの LED があるんですね。マイクロビットにある LED に、なんかいろいろ点滅をさせるとかもあるんですが、入力とかがですね、あって、このボタンが押された時とか、あるんですね。で、あとは、この音楽を鳴らすみたいなのもあってですね。で、あとこの LED の点滅をどうするとかですね。なんとこれ無線通信もする機能がついてるんですよ。で、あとは結構ですね、もちろんこの論理とか変数とか計算とかこの辺もしっかりあるんですが、この高度なブロックのところを押すともっといっぱい出てくるんですね。で、ここで例えばこの入出力端子とかですね、シリアル通信とかですね、なんかいろんなやつがあるんですよ。でこの辺も、まあ難しいところはあんまり最初は触る必要はないと思うんですが、こういういろんな、機能がついております。ほんで、左側、これシミュレーターっていう言い方してるんですが、実際に今、例えばですね、この基本 LED にアイコン表示。はい。この A ボタンが押されたら、このハートマークを表示っていうのを組みました。で試しにこの A ボタンを押してみると、ここがハートマークが光るよと。で、これでシミュレーターですね。実際に今どんなプログラムになってますかっていうのを見ることができるという画面になっております。じゃあですね、マイクロビット本体の方の機能も、機能というかですね、各箇所説明していきたいと思いますんで、あちら側の画面にシュシュッ。はい、ではですね、ではですよ。こちらの本体のですね、ちょっと各部、紹介していきたいと思います。これどうですかね、光ちょっと眩しいかな。ここ、まあ、A ボタン、B ボタンがありますね。A、B ボタンがあります。で、真ん中、これが LED ですね。LED、光る。まあ、ディスプレイみたいなもんでしょうかね、役割的には。はい。で、この下にあるのがですね、端子ですね。これはですね、まあ、ちょっと電気信号を送ったりとか、受け取ったりとか、受け取る方できるのかな、まあそういう風な時に使います。はい。で、この裏側、ちょっとこっち側行きましょうかね。この右、これ。これがですね、電源ソケットですね。乾電池とかから、乾電池とかから挿してパソコンがなくても動くようにするときのやつですね。で、これ、リセットボタンらしいですね。リセットボタン。この中にプログラムが保存されるようになるんで、それをリセットするということでしょうね。で、これが、その USB ポートですね。マイクロ USB で差し込みます。これがプロセッサーですね。まあ、このコンピューターの心臓部、計算処理をメインで行うところ。そしてここ書いてあるんですが、コンパス、なんとコンパス入ってます。と、加速度センサーですね。すごいですね。加速度センサーこんなちっちゃいんですね。はい。ここがですね、無線と Bluetooth のアンテナだそうですね。ここ。はい。かなで、あとはですね、ちょっと見た目じゃ分かりにくいんですが、温度のセンサーと光のセンサー、温度センサーと、光センサーもついているとのことなんですね。なんかすごく面白いんですね。まあ、簡単に言うとですね、マイクロビット同士でこの A ボタンを押したら、
こっちのもう一個のマイクロビットにピコって A が出るとかですね、そういう無線通信をすることもできます。じゃあ次回以降まだまだ掘り下げていきます。ありがとうございました。